マチをつけてもまっすぐになるポーチの作り方です。普通のポーチと比べてみると同じ20センチでもかなり印象が違います。いろんなサイズのファスナーのポーチが作れるように計算式もご紹介します。型紙はこんな感じに幅が下だけ長いものになります。これは6センチのマチで作りましたが、同じ型紙で5センチにするとちょっと下に広がったようなポーチもできます。材料はこちらです。型紙通りに表2枚、裏2枚、接着芯を貼るときは接着芯を2枚切り取ります。ファスナーは今回は20センチのものを使いました。型紙は概要欄からダウンロードしていただいて、この端を布の輪に合わせて2枚ずつ切り取ります。製図をするときはこちらのようになります。まず作りたいサイズの横の長さと縦の長さ、マチの大きさを決めます。今回は横が20センチで縦が12センチ、マチが6センチのものを作ろうと思います。その場合、出来上がりの横のサイズ足す3センチは23、出来上がりの縦足すマチの半分足す2っていうのが17センチになります。まずこの四角を書いて、でマチの分まっすぐにするためには横に広げないといけないので、下のこの四角の下からマチの半分3センチ上がったところから横にまた3センチ、この線を引いて上から角から下にまっすぐ伸ばします。横のまっすぐと交差したところを角になります。このような台形を作ります。作り方は普通のポーチと同じです。接着芯を貼るときは表側の裏側に接着芯を貼り付けます。ファスナーを裏返して上から5ミリぐらい開けて端ミシンでつけます。よくご質問でここぴったりでもいいですかっていう方がいらっしゃるんですけど、それでも大丈夫です。どうして5ミリ開けるかっていうと、後でこう縫い代を片側に倒す時にちょっと短すぎると倒しにくいので、それで5ミリ開けています。それと端すぎると時々ミシンが落ちてしまうっていうのも理由の一つです。このように待ち針で留めて、端をちょっとすっきりさせたいので、この留め具のところから縫い始めます。端から 1.5 センチ開けたところから縫い始めます。この開かない方はもう今回は最後まで縫ってしまいます。裏布を中表に合わせます。縫い目の下を縫います。端の方は少し引き上げないといけないので、この最初の縫った縫い止まりまでミシン目の下を縫います。少し手前まで来たら、こちらのファスナーを三角に折って横に折り上げます。コイルファスナーなどの時はこのように横に引き上げるだけでも大丈夫です。今回はこのように三角に折って引き上げます。最後まで縫います。開いて縫い代を表側に倒して表側だけ端ミシンをかけます。
反対側にもファスナーをつけます。表側を中表に合わせます。さっきと同じように上から少し開けたところに待ち針で留めます。こちらから縫い始めて、またこの開いた方の留め具のところで返し縫いをしておきます。ここまで縫って返し縫いをします。同じように裏布を中表に合わせて、今度は縫い始めにこの端を折り上げます。後ろにこう折る感じ、このように折ってミシンの押さえで押さえます。開いて表側だけ端ミシンをかけます。縫い代は表側に倒します。表だけに端ミシンをかける理由もよくご質問でいただくのですが、もし裏にもかけてしまうとこのようにかけることになって、裏同士表同士を合わせた時にこのようにきれいに合わせることができなくなるからです。ファスナーは少し内側に移動させて、切り替えのところを合わせて待ち針で留めます。すっきり仕上げるために裏側の底を5ミリぐらいカットしておきます。これはそのままでも大丈夫です。裏布の横か底に7センチの返し口を作ります。下は3センチ待ちの分があるので、ちょっと上の方に7センチ空きの印をつけます。14センチとか短いファスナーの時はそこに返し口を作ります。この返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。返し口を開けてこのように縫えました。角にマチを作ります。そこを三角にして普通のポーチと同じように真ん中から3センチずつ6センチの線を引きます。線の上を縫います。このように4つとも同じように縫いました。縫い代を片側に倒すときは同じ方向に倒れるように注意します。開いて縫っても大丈夫です。縫い代を1センチぐらい残して切り取ります。返し口から表に返します。ファスナーが開いてないときは指で移動させて表に返します。返し口を横に引っ張るようにして閉じて端ミシンをかけます。裏布を中に入れて整えます。アイロンミットなどを入れて霧吹きをしてからきれいにアイロンを当てます。このファスナーの入り口のところもきれいに当てたいときは布をファスナーの上に重ねてこのようにアイロンをかけます。これで出来上がりです。